見たことない夢心地の世界でうちのケーキを食べてもらいたかったんで、今この箱であるからこそ解決できる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。今年でいうとアジアのベストレストラン50初めてのランクインかつ女性シェフ賞と、かなりそのレストランとしての得てっていうのも今注目を集めてきていると思いますけども、ご感想としてはどうですか？それを目標として計画を進めて来ていたので目標が達成できてとても嬉しいのと、やっぱ支えてくれてる方々のおかげなので本当に感謝をしてます。パティシエでありながら料理人でもあるわけですよね。まず、ケーキタルトで評価されてから料理でも評価されるようになったというあたりに関してはどのようにお考えですか？最初にタルトを作ったきっかけが、自分がお店をオープンする時に24歳で、女性っていうことで結構いろいろなハードルがあってスタッフが雇えなかったりとかしたんですけど、自分の強みを1個作るしかないなっていうことで、ケーキタルトを作って皆さんに認知してもらって、でそこから、レストランにつなげることができたっていうことなので、それぞれなくてはならなくて、それがなかったら自分はお店も今のレストランのもできなかったし、タルトがなかったらこんな風に日本に来たらエテのケーキが食べたいなって言ってもらえるようになって、それは本当にすごい大変でしたけどやってきてよかったなと思ってますね。パティスリーの方とその女性シェフと両方取った人ってあんまりいないんじゃないですかね。50の記事で書かれてました。初めてのみたいな、両方取ったシェフみたいな。そうですよね。でもそうなると逆にちょっと聞くの早いですけど、次の目標って何になるんですか？次の目標はやっぱり世界の最優秀女性シェフ賞があるので、それを今目指してます。アジアのベストフィメールシェフもいなかったので、もちろん世界の女性シェフ賞ももう日本人女性ではいないので、それはちょっと取りたいなと思ってます。このマンゴーのタルトなんですけども、はい、最初テーブルの私の目の前に登場して、その後、花びらを周りに散らすような形でデコレーションされましたけど、そのあたりの演出っていうのは？私はファッションの世界がすごい好きで、バレンティノのショーで最後真っ赤なバラがフィナーレで降ってて、全てのモデルが赤いドレスに身を包んでて、でフィナーレでもう真紅のバラが空からいっぱい降ってくるっていうのを見てえらく感動したんですよ。その場にいたわけじゃないけど映像で感動したので、それをそういうことをやりたいと思って、で手でやったりとかで、もうスペシャルなイベントの来ていただいた海外シェフとのイベントの時に、私のマンゴーのバラに合わせたオレンジのバラが降ってくるっていう演出を実現させたんですよ。見たことない夢心地の世界でうちのケーキを食べてもらいたかったんで、レンタルだけでやっぱりもう3桁はいくので私はもう売り上げとかじゃなくて、やっぱりお客さんに非現実を見せたいかったから、結局いいものを作ることが最優先事項で、お金はその後に何かしらで戻ってくると信じてるから、とりあえずもう素晴らしいものを作る、そこから先はまた考えればいいかなと思ってますね、常に。世界観っていうところで伺いたいんですけども、このお店についてのこだわりを教えていただけますか？普通のお店と違って小さいので、小さい分手入れも楽だし、いろいろな表現の可能性があるなって常に思っていて、お庭だったらこれぐらいの小さい規模だったら自分でもいろいろお花植え込みとかもできるし、なんならそのイベンタリーな時に工事してもいいかなと思って、四季によってエテの変化があることによってお客様も料理だけじゃない部分も楽しみになるじゃないですか。あとはエントランスからすぐ中に入るんじゃなくて、ちょっとアプローチがあってラウンジっぽいエリアもあったりしますよね。そうですね。あのあたりのこだわりっていうのは？自分がアートとかファッションが好きなので、その世界観を表現できるのにも大事なスペースだし、外に自分たちのプライベートな空間があるってやっぱり居心地の良さなので、お客さんにとってのやっぱそれはちょっと大事にしたいなと思
ているのと、なんか世界で活躍しているような方々もやっぱ相撲感が多い。だからその人たちのためのスペースも欲しいなと思ってたので、それであそこを作りましたね。この規模のお店が広まってほしいので大きくしないんですよね。このビジネスモデルを通じて女性シェフを増やしていきたいなっていう気持ちがあるので、それのためにも大きいお店にはしない。今のところはそのポップアップ以外ではここにとどまるっていうことは決めていて、全ての目標を達成したその後は分からないですけど、今やっぱり料理業界って担い手不足だし、どこのお店でも人を募集してる、どこの農家さんでも後継者がいない、それが今深刻な問題になっているので、今この箱であるからこそそれを解決できる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。大きい箱がないと世界的に評価入れれないのかってわけじゃないってことが証明できたし、やっぱりその起業のハードルが下がると思ったし、それもあるから、このスタイルはそのまま。やっぱり地方へ行くとやっぱりフレキシブルな動きがやれなくなってしまうので、今はそのタイミングではないかなと思いますね。あとはやっぱ自分みたいな人間が女性シェフの業界で日本ってあんまりいないので、もうちょっと頑張ってもうちょっといろいろなことができるんじゃないかと思って、その新しい人たちのためにそこを今なんかがむしゃらに試行錯誤してる最中なので、実は前の店舗を移転する前のお店取っといてて、その場所を取っとけば将来なんか自分のお世話になったこと、スタッフも含めてですけど、小さい箱を使って何かやりたいことができる可能性があるんじゃないかと思って。若い世代も、自分がどんどん年を重ねるにつれて若い子たちも増えていく。でその子たちを支援していきたい、応援していきたい。そうですね。でもまだ本当に自分もまだやり途中で、目標がある段階なので、世界の最優秀女性シェフとかそういうのを取った後だからこそ、例えばこのお店で働いてたことが価値になるとかするじゃないですか。今その価値を作ってる最中なんですね。エテっていうフィルターを通したことによって自分が注目度を浴びる可能性が高まって、なんかそれをなんか今作ってる最中ですね。試行錯誤しながらやってます。そうなんですよね。いやでもすごく楽しみです。頑張ります。はい。これからも楽しみにしてます。ありがとうございます。今日は代々木上原のエテ庄司夏子シェフにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。庄司夏子さんのお話いかがだったでしょうか。もし気に入っていただければ、ぜひ、チャンネル登録、そしていいね、コメント等いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。